ィリアムズ FW15C のパート5です。誰にもわからないプロストの苦悩。はい、いつも GP カーストーリーを参考にさせてもらってるんですけども、今回の GP カーストーリーで一番印象的だったことが後書き、要するに本の一番後ろですねに書いてありました。 GP カーストーリーボリューム44のインタビューに際して FW15C については語りたくないという条件だった。4度目のチャンピオンを決めた大事なマシンなのに語りたくない理由とは。プロストが今回インタビューを受ける条件として FW15C について語らないという条件だったらしいんですね。車について語りたくないって4度目のチャンピオンを決めた大事な車なのになんでって思いますよね。まずそれについて単純に驚くのと、あとプロストが他のインタビューで言ってたこととなんかちょっと違うなと思いました。過去 F1 グランプリ特集のインタビューでは辛かったこと、腹が立ったことも今では全て楽しい思い出として話せるという趣旨の発言をしていたのに、なぜ FW15C だけ例外。はい、もう今はない雑誌ですけど F1 グランプリ特集のインタビューでこんなことをプロス言ってたんですよね。辛かったことも腹が立ったことも、今となっては全て楽しい思い出として話せるよ。あ、そうなんだ、時間が経ってそういう心境になったんだなって思ったんですけど、その FW15C に関してだけは例外ってことなんですかね。すごい不思議ですよね。もうここからは推測するしかないんですけども、プロストが93年を迎える前からどういう状態だったのかっていうのをちょっと辿っていきたいと思います。前年から始まるセナプロの戦い、93年プロストのウィリアムズ加入決定。しかしセナをチームメイトとして拒否したと報じられ、セナに卑怯者と批判される。はい、92年休養してたプロストですけども、翌年93年からウィリアムズに加入するというニュースが流れました。で、その加入の契約の時にセナをチームメイトにしないという条件をつけたと言われています。これはニュースとして瞬く間に広がってセナの耳にも入ります。で、このレース後の記者会見でそのことについて触れられたセナは、すごい怒りながらプロストを批判します。卑怯者、腰抜けっていうような表現をして、このニュースが広まったことでプロストはずるいというような印象がまずねここで広がりますね。ウィリアムズチームとの交渉がこじれたマンセルは93年 F1 を離れアメリカのカートへ旅立ってしまった。世間の印象はプロストが追い出した。はい、92年チャンピオンになって93年も残るはずだったマンセルですけども、ウィリアムズチームとの交渉がこじれて出て行ってしまいます。93年はアメリカで走ると。なんでこのマンセルが出てったことに関してプロストは直接関わってはいないとは思うんですけども、世間の印象としてはプロストが入ってきてマンセルも弾き出されちゃったみたいな印象があったのかなと思います。93年シーズン前、プロストが F1 の運営について批判したためにスーパーライセンス発給騒動が起きた。シーズン中もプロストにはたびたび厳しいペナルティ。はい、シーズン始まる前に F1 の運営についてプロストは批判をします。そのことで怒った運営側はスーパーライセンスを出さないということに一時期なりました。結局出してもらえたんですけども、シーズン中もそのお仕置きというかね、プロストにはたびたび厳しいペナルティが下されましたよね。こんな感じでシーズンが始まる前からプロストはいろんな逆風を背負ってしまったというかね、そういう状態だったと思います。はい、じゃあ次はね、シーズンが始まってからの話になります。最速チームとはいえ常に完璧ではない。世間の見る目はプロストは勝てる車、勝っても評価されず、セナに負ければ世界中から批判される。はい、前年マンセルが圧勝したアクティブサスの車ですから、プロストが乗れば勝つのは当たり前でしょという世間の目があったと思います。なんでセナに負ければコテンパンに批判されてしまうと。プロストが招いた状況と言ったらちょっと言い過ぎですけども、そういう状態だったっていうのは間違いないと思います。車の不調を簡単には口にできない。セナが世間が許さない状況、常にストレスを抱え苦しかった1年。はい、これレース後の写真ですけど、例えばですけどね、勝って当たり前の車に乗ってるプロストがちょっとやそっとのことじゃ言い訳はできないですよね。でチームメイトにしないといったセナがこうやってレース後の記者会見にほとんどいるわけですから、今日は車の調子がおかしかったなんて
おそらく口が裂けても言えなかったんじゃないのかな、我慢をしてたんじゃないのかなという推測ができます。ブランクを乗り越え勝つための努力は評価されず、付きまとうのは批判ばかり。勝って当たり前の車のことなんか聞かないでくれと思ってるのかなと思います。1年休んでレースに復帰していきなりチャンピオン争いをする、しかもアクティブサスの車をいきなり乗りこなす、それは大変な努力があったと思いますけども、そこは別に評価されないと、勝って当たり前だと。で、何かちょっとでもミスをすれば批判をされると。なのでこれだけの時間が流れてますけど、プロストの中ではみんな勝って当たり前だと思ってた車なんだから、そんな車の話聞かないでくれってまだ心の中に強くあるのかなと思います。これはあくまで私の推測ですけども、はい。